ただただ作るのが好きやから作って、それに自分らしさが加わってるのかもしれないですね。全体的に好きなのは切ないもの、なんかこう胸がこうクッとこうなるような感動とかじゃなくて、なんかこう切ないものが好きですね。
社会人してた時に陶芸教室に行きました。それでなんかちっちゃいマグカップ作って取っ手に指入らんマグカップが焼き上がってあ、焼き物って縮むんやなってその時に初めて知りました。ふとなんか道端にあったんでここ入ってみようやみたいな感じで友達と行って、でそこでちょってこう手びねりで作りましたね。アメリカで働いてて、それが大学出てすぐ会社に入って経理みたいな仕事してたんですけど、なんか違うなっていうのは前から気づいてて、働きながら。でもアメリカに永住したいなと思ってたんで、そのためにはこの仕事を続けるべきだし、就労ビザを取るためには仕事を辞めれないと思ってたんで、悩みながらも働いて、そんな時に一時帰国を日本にするタイミングがあって、なんかおじいちゃんの誕生日があるから帰ってきてって言われたんですね。で1週間だけ日本に帰ってきて、でその時に友達になんかちょっと日本の食器買って帰りたいからどっか連れて行ってって言ったら、ちょうど実家から車で30分ちょっとの丹波焼きに連れて行ってくれて、初めてその時に本当の焼き物みたいなのに触れて、めっちゃいいところと思って、でそれで3,000円のお茶碗を買ってアメリカに持って帰って、このお茶碗使ってるうちになんかすごい素敵やなと思って、なんか今まで使ってた工業的なものよりかはこういう手作りのものが普段の生活にあるだけでなんか楽しいなと思って、ある日突然陶芸家になりたいって思っちゃったんですよね。だからその前段階として悩んでたっていうのももちろんありますし、あの時はねちょっとね酔っ払ってたのもあるかもしれないですサンタバーバラっていうワイナリーにアムトラックっていう列車に乗って行ったんですよ。それでサンタバーバラでワインの試飲しすぎてちょっと酔っ払ってたんですけど、で帰りの列車で酔いもあってなのか外を見ながらはっと思って、陶芸家になりたいと思ってでもその時になんかこう全然違和感はなかったです。自分の中でその日本の技術を身につけたいなとも思いましたし、例えばアメリカで自分が作品を広めることができたらどんなに素晴らしいことかっていうのもありましたし、もう次の日には上司に仕事辞めますって言って車も売って仕事も辞めてすぐ日本帰りました。昔山下清の展覧会行った時に彼が持ってたリュックの中身が展示されてて、放浪しながらすごい軽装備でいろいろ旅してたっていうのの中身の一つがなんか湯飲みやったんですよ。でそれに結構感動して、湯飲みってめっちゃ重要なんかなって勝手に思ったんですよね。こんな誰かの一つ大事なものを作れたらいいなっていうのは本当に陶芸を始めてすぐの頃に思いました。でその後なんかデンマークで暮らしてた時もおじちゃんがめちゃめちゃなんか景品みたいなマグカップを大事に使ってるところとかを見ると、でその人の愛着っていうのがその器の良さをこう作り上げるのかなと思うと、誰かの一つになったらそれは自分の理想かもしれないです。シンプルなフォルムで色彩が繊細だと思います。曲線が好きなんですけど、特にこういう曲線が好きっていうのは自分の中でちょっと分かってなくて、弥生土器とか見た時にすごいめっちゃいいなって思うことはあるので参考にはしてます。でもどっちかっていうと色を見せるための形状として捉えているので、あんまりこうじゃないとダメっていうのはないですね。ろくろでバーッと引いてできたものを見て、この形やったらこの色が映えるんじゃないかなとかいうふうに考えてます。なので色ありきの形ですね。展示会したりとかインタビューとか受けていくうちにそういうのがこう言ってもらえるようになって、確かに色こだわってるかもみたいな感じだったんですよね。なんか空とか海とか見るの好きやからそういうのが反映されてるのかなっていうのはこう作ってから結構気づいたっていう感じで、でもこう年々やっていくうちにやっぱり色に関してのこだわりは強いのかなっていうのはちょっとずつ自分で気づくようにはなりました。でもインテリアとかの方を見る方が好きかもしれないです。建築物とかその空間にどうそこに存在しているのかみたいなのを見るのが好きです。例えば鉢とかでも海外のインテリアだったら大胆なところに置かれてて、このサイズだったらこの空間にこういう風に入るんだっていうのが参考になるので、実際作る時も例えば展示で新しい展示場所で何かを作るとなった時にその空間とかそのサイズとかその棚っていうのがすごい気になって、そこに合うサイズってどれぐらいなんだろうっていうそっちから入ることが結構あるんで、
で色のバランスもあそこの背景は白やったからこういう色がちょうどコントラストで合うかなとか、そっちですね基本は。人物もないかもしれないです。でもどうなんだろうな、人物麦ちゃんかもしれないです。今の私を支えてくれてる癒し影響を受けてると思います。麦ちゃんの360度私もう可愛いんで、それで常にそのこと考えてますもん。だから麦ちゃんがいなくなった時、私多分絶対もう仕事できなくなるだろうなと思ってシミュレーションしてます。今日麦ちゃんはいないって思いながら仕事場に来て、その謎のシチュエーションで自分が仕事にできるのかっていうのをすでにトレーニングを始めてます全然関係ない。今だったら20何色とか展示で出すんですけど、その1色が引っかかるとその1色を1週間も2週間も3週間も考えて他の釉薬に取り掛かれなくなるぐらい、もうちょっとなんか奥行きあったのになんでこんなのっぺりしだしたんやろってなることが結構ありますね。でもどっかでまあいっかっていうのを思うようにしてます。まあいっか、まあいっかっていう曲知ってます？昔流行ったんですよ、まあいっかっていう曲が。それめっちゃ聴くようにしてますね。まあいっか言っとけばいいかっていう歌知らないですか？めっちゃ聴いてるんで、それを聴いてもうまあいっかもいいか
かって自分にもう呪いのようにまあいいかまあいいかって言いながら仕事してます。もう私が絶対完璧主義だっていうのを最近気づいたんで、まあいいかぐらい言うとかんと進めないんですよね。ろくろする時と釉薬かけてる時が全然違って、こう釉薬かけてる時はもうすごい神経使うんで結構無音でずっと静かにこう黙々と仕事してますね。でもろくろとか削りの時は何にも考えてないと思います。最初にスケッチバーって書いて、フォルム大体こんなんがいいかなっていうのを紙に書いて壁にパッて貼って、まあそれに合わせて手動かすんですけど、もうその時はもう全然映画とかめっちゃ見てますし、泣くぐらい没入してます映画に。なのでもうそれが私の楽しみかもしれない。いい感じ。あり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 。いい感じ。アメリカに行ったのは小学校の時からカナダ人の家庭教師の人に英語を教えてもらってて、週に1回家に来て1時間マンツーマンで教えてくれるんですけど、もうその先生がすごい自由で、もう全然文法とか学ばんでいいからとりあえず喋るだけでいいよとか言って、で時々公園で一緒になんか遊んだりとかたわいもない話をする1時間やったんですよね。でそれが結構ずっと続いてて、でその先生が私が高校行ったタイミングで結婚とともにアメリカのサンディエゴに引っ越すって言ったから、私もなんか西海岸行ってみたいなと思ってたのがまずきっかけで、最初親に高校と同時にアメリカ行きたいって言ったら結構反対されて、とりあえず大学行ってって言って、その時に近畿大学の野球部のマネージャーしようと思ったんですよ。高校野球好きだったんで。でじゃあ今から勉強しても間に合わへんから夜間の近代行こうと思ってテスト受けて受かって、で2年間だけその夜間行くって親に言ったんです。でいざ蓋開けてみたら入学前ですよ。その女子のマネージャーを取ってないって言われたんですね。行く意味ないやんと思って大慌てでちょっと何しようと思って、でとりあえずもう一回留学のテーマあるかなと思ったから大阪の留学センターに一人で行って勝手に資料もらってきて親に見せて、やっぱこっちにしたいって言って100万円出してくださいって言ってそれでもう親ももう大学行かへんのやったらもうこれしかないなっていう、もう投げやりな感じでいいでって言われました。ホームステイ付きの8ヶ月語学留学でしたね、ロサンゼルス。そのままずるずると行っちゃえと思ってで語学学校卒業と同時にまず2年のカレッジ、短大って言われるんですかね、そこに入って、でその後4大に編入しました。でそれが最終学歴ですね、カリフォルニアでの。デンマークに行くタイミングでもう陶芸やめようと思ってたんですよ。2011年に弟子入りが終わったんですけど、その時に東日本大震災があって、もうなんかいろいろ辛いニュースとかを見てたら、その自分がする仕事がそんなに重要じゃないのかもしれないと思ったんです。物とかもたくさん流されて、とりあえず命さえあればいいみたいな風にその時は皆さん思うじゃないですか。その時に器作るってそんなに人を幸せにしないかもしれないなっ
っていうか、そんな重要じゃないってちょっと思っちゃったんですよね。だからもう一回違うことをしたいなと思ってデンマークに行きました。何の目標もなく、ただただ違う暮らしが見たかったっていう。なんかあっちにいると陶芸学んでるっていう風に言うとめちゃくちゃなんかすごい興味持ってくださったり、あと自分が作った器を、小皿を何枚か持ってたんですけど、それを仲良くなった友達に渡すともうびっくりするぐらい喜んでくれて、人を喜ばせることってできるんだっていうのをその時にちょっと実感したり、あとデンマークの人がめちゃくちゃ物を大切に使ってるのを見て、やっぱり尊い仕事やなと思って、ものづくりっていいなって改めて思ったんですよね。でそれでもう一回やることにしました。ただただ作るのが好きやから作って、それに自分らしさが加わっているのかもしれないですね。販売とか仕事にしないとこの自分の中でモチベーションが上がらないから、それで発表してるっていうのであって、ただただ作るのが好き。何でもそうです。陶芸以外でも別に作るのは好きです。自分の中でこうデータとかを積み重ねて、こうなるんじゃないかなってなった時に一回何かに委ねて、そうなるのかならないのかどっちみたいなのが好きですね。アメリカの短大行ってた時、私写真専攻してたんですよ。写真家になりたいと思ってて、でそれが一発目の授業で来た時に、まだフィルムの授業やったんで、現像する時のワクワクが、結構陶芸と近しいのかなと思いました。表現したいものってないって言ったらおかしいですけど、後からこんなん表現したかったんかなって後から気づく。だから作ってる時はちょっと分かってないんですよ。何を表現したいとか、これじゃないととかっていうのも特になくて、全体的に好きなのは切ないもの、なんかこう胸がこうクッとこうなるような感動とかじゃなくて、なんかこう切ないものが好きですね。だから色もそこは結構重視してます。例えば夕日とかにしても何にしても、この一瞬でもう振り返ったら違う色になってるかもしれないっていう切なさがあるじゃないですか。なんとなくなんかこう物悲しさみたいなのをそこに感じて、そういうのが好きなので、そういう色が出た時に切なってなって思ってます。自分の楽しみ。